皆さんこんにちは。あやはやチャンネルのママです。今日もよろしくお願いします。皆さんの学校、お子様の学校っていうのはタブレット学習始まったでしょうか？去年の休校期間が効いているのか、自宅に学校から支給されたタブレットを持ってきて勉強するっていうことが始まったんですね。学校でもタブレット使ってるようなんですけど、あやはやたちもタブレット先日持って帰ってきました。これですね。ただ支給されるのはこれなんですよ。袋がないんですよ。で、学校からのお便りにありました。袋を買うか作ってくださいと。せっかく作るんだったら本人たちの希望を叶えたいと思って、まずあやの作ったんですけど、今回ははやのを作ってあげたいと思います。じゃあはやを呼んでどんなのを作ってほしいか聞いてみたいと思います。呼んでこよう。ちょっと呼んできます。いらっしゃい。はーい。じゃあはやに来てもらいました。はい。で、はやにタブレットケースどんなのがいいか聞きたいんですけど、一応これお姉ちゃんの家にあった布で作ったやつなんですけど、お姉ちゃんのシンプルでいいタブレットケースになります。外側にポケットが1個で手持ちがついてて、ここがタブレット入るようになってます。はい。で、くるみボタン作ったやつをしています。しまして、こうかけられるようにしてあります。一応こんな感じであやさんのは作りました。はい。はい、じゃあはやのです。はやどうしましょう？面的には姉ちゃんとほとんど同じ系のやつ、なんか似てる系がいいなと。あ、こんな感じで手持ちで外側にポケットがついてって感じ。はい。普通のある程度しっかりしたの買おうとすると1000円ぐらいする。かけ。今回は全部100均で揃えたものでやりたいと思います。これ100均なんだけど200円で売ってるやつですね。キルティングの布。はやはどちらがいいですか？あ、チェックの方。はい。じゃあそちらで作っていきます。はい。じゃあ。完成までお待ちください。はい。じゃあ。はい、どうぞ。せーの。レッツトライ。布の裁断からやっていきたいと思います。まあ、適当です。適当。タブレットのサイズも多分学校によって全然違うと思うので、大体マッチが2センチ必要だったら普通に作ってもいいんですけど、4センチ5センチだとそこの部分を作らないといけないので、それをちょっと加味して大きめに作ります。今回は2センチぐらいしかマッチがないので直で作ります。20足す折り返す分の3センチ、あとこちらの横が28センチ取ってあります。それを1枚、これ一番外側の布です。で、内側の布は縦が19センチぐらいですね。で、横はこちらと同じだけ取ってあります。で、ポケットはこれと同じ横幅で取ってます。あとファスナーチャックつける部分は適当に切ってあります。じゃあ早速塗っていきたいと思います。カモさんがね、さっきから出入りしてるんですよ。はーい。じゃあまず1つ目縫います。直線ですね、端っこだけ。これ中布になります。外ポケットの一番上になる部分ですね。このままではバラバラになってしまうので、バイアステープつけます。ほんとね、こうやっていっぺんに挟めればいいんですけど、こうやってママ不器用なので片面ずつ塗っていきます。こんな感じで外ポケットの上側縫いました。あとね、ここにマジックテープ部分を先に縫い込んでおきます。で、マジックテープも好きな幅なので、ちょっとはやの場合は大きめにしました。こういうね、縫い物をしてるとね、すごい手芸の上手なお母さんが羨ましいです。なんかね、あやのね、同級生は自分で作ってたんだって。あや、なんか親に作らせんかったっけ、あの子。すごいよね、自分で作るとかってさ。あや、ああしてこうしてとか言って作らせたからね、親に。うちのひいさんは何やってんだい？はい、ということで裏返したらこんな形になりました。ちょっとね、
いびつなのは愛嬌でお願いします。あとここ塗って外側塗っときます。でそれが終わったらこちらこうですね、縫います。実際くっつくとこんな感じになりますね。よいしょ、結構強力。はい、先ほど最大のやらかしをしました。ポケットを縫い付ける前に横縫っちゃいました。ということで外ポケット縫っていきたいと思います。このまま縫うとまずいので、こちらこういう状態、こうですね、状態してまずここを縫います。縫えたのでこうしてここも縫っておきます。ということで縫えましたので、今度ここを縫っていきたいと思います。このこそ間違いないよね。大丈夫だと思います。現在の形がこんな感じになってます。はい、で今度はここの一番上の部分にバイアステープこう塗っていきます。その時に取っ手となる部分も一緒に縫い付けます。こういう風に縫い付けておきます。今現在こんな感じになっています。これなんでこっち向きについてるかというと、こう中に折り込んで今度ここを縫います。こうなのでこういう風な形になってます。で縫う時なんですけど、今度中布を巻き込んで縫いたいと思います。今外側になってるんですけど、縫ったとこね、これを内側に返して返しますね、かぶせます。よいしょよいしょ。はい、こんな感じで今度ここを縫っていきます。で秘宝です。もう今日やらかしまくってます。縫ってない。ちょっと強引になんとか縫いたいと思います。じゃーんじゃーん、こんな感じです。ただねちょっとこれだけでは緩いので、ここ今ねこんな感じなんですよ。一番上のところを縫います。ラスト1縫いやっていきたいと思います。コツはね結構ギリギリ際を狙って縫うのがいいみたいですね。はい、じゃあ切り終えたので見ていきましょう。内側に青色の布貼ってあります。でこんな感じです。じゃあひっくり返していきますね。取っ手があって外側にもポケットついてます。で最後上から留められるってことでつけました。さあどうでしょう。いろいろハプニングありましたがなんとか完成しました。一番肝心なのがこれ入るかどうかですよね、タブレットね。じゃあ入れていきたいと思います。ギリギリピッターじゃん。すごくないパパ、ほらいいやん。ギリギリ。じゃあ早呼びたいと思います。完成しました。はい。お待たせしました。こちらになります。うわすごいあ、いい感じでしょ。タブレット入っとる。そうそう、はやが
取り出しやすいようはめやすいようにこのマジックテープをねちょっとね一回り大きくしました。はイエイい、でサイズもピッタリですね。はい、あとはねこういうねネームのね転写シール、これも100均なんですけど、これをここかどっかに貼って名前書けるようにね。はい。僕が食べるのはこの青色。ちょっとちっちゃくない？大丈夫？まいいか。間に合うか。ありがとうございます。どういたしまして。まあね、ど素人でもできるので、コツは布の端っこが綺麗になるようにしか塗ってないので、もしよかったら寸法は多分違うと思いますけど、ぜひお子さんの袋や自分の袋作ってみてください。はい。じゃあバイバーイ。バイバイ。生きてる。かかと落としてきたよ。かかと落としてきたんだけど。私をネタにするつもりね。当たり前でしょ。それ将軍の謝礼はいただくのよ。短い足やで届かんでやんの。